よろしくお願いします。今回はバンダイと合併する前のナムコのアーケードゲームについて見ていきます。ナムコといえばパックマン、ギャラガ、セビウス、リッチレーサーなど聞くまでもなく有名なゲームを開発したメーカーだよね。今回はギャラクシアン基盤からシステム86までのゲームを見ながら、そのゲームを実現させたアーケード基盤に焦点を当てて、ナムコという会社の特徴を見ていけたらいいなと思っています。この動画ではゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのビープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。アーケード基盤というのは、簡単に言えばゲームセンターの筐体の中に入っているゲーム専用のコンピューターです。家庭用ゲーム機で例えるなら、ゲーム機本体にゲームソフトまで組み込まれたような存在だね。このアーケード基盤の仕様には、メーカーごとの個性がかなり強く出ます。その中でも、ナムコは早い時期からカスタム IC や独自の設計を積極的に使い、ゲームごとに必要な表現をハード側から作り込んでいくのが非常にうまいメーカーでした。普通に遊んでいるだけでは見えない部分だけど、ここを追いかけるとナムコの異常なまでのこだわりが見えてくると思うよ。まず、ナムコの前身は、1955年創業の中村製作所で、百貨店の屋上などに置かれる子供向けの乗り物を手掛けていた会社なんだね。その後、1974年にアタリジャパンを取得し、ビデオゲーム事業に参入しました。ハード屋さんから始まったことも、アーケード基盤の設計思想にかなり影響を与えたのかなと思います。では、ナムコの基盤の歴史をざっくり見ていきます。最初期の代表作は、1979年に登場したギャラクシアンです。このゲームに使われた基盤は、いわゆるギャラクシアン基盤と呼ばれています。CPU は Z80 が一つで、ラムもかなり小さかったんです。背景画面は1枚のみで、使える色も赤3ビット、緑3ビット、青2ビットの256色から選択した32色しかゲーム全体で使用することができませんでした。そして、表示できるスプライトは最大8枚しか表示できません。今の感覚だと少なく感じるかもしれませんが、実は日本では初めてスプライトを使えるようになったゲーム機なんですよ。そう聞くと、急にすごく見えてくるから不思議だよね。面白いのは、玉と星空です。一般的には、玉や星空はスプライトや背景を使って描くところですが、ギャラクシアンでは、玉を描く専用回路と星空を描く専用回路が使われていたんです。ここからすでに、ナムコ独特のハード屋さんのこだわりが見えてきます。あと、ギャラクシアンには、PSG や FM 音源のような音源チップはなく、汎用的な電子部品を組み合わせて、音を鳴らしていました。かなり原始的な作りではありますが、この独特な電子音は、今でも覚えている人が多いのではないでしょうか。次は、1980年に登場したパックマンです。このゲームに使われた基盤は、いわゆるパックマン基盤と呼ばれています。基盤の仕様としては、ギャラクシアン基盤をベースにしつつ、玉と星空を描く専用回路は省かれました。その代わりに搭載されたのが、波形メモリ音源というナムコ独自の音源です。波形メモリ音源とはどのような仕組みなのでしょうか。対比として、MSX や SG 線でも採用された PSG 音源を見ておきます。PSG は音のオンとオフを高速に切り替えて作る音です。例えば同じ波の周期を1秒間に440回繰り返すと、440Hz の音として聞こえます。この波の形が四角いので、区形波と呼ばれます。そして、波の形を変えることで、音色も変わります。ならば、この波をプログラマーの好きな形に変えられたら、
もっと自由に音色を作れるよね、と考えたのが波形メモリ方式です。楽器の世界では、1979年頃の PPG-360 が最初期の代表例です。ナムコ特有の少し丸く、電子音的で独特の響きは、ここで生まれたのだと思うよ。ただし、この時点では専用のカスタム IC ではなく、汎用部品を組み合わせた電子回路で音を出していたのです。専用のカスタム IC になったのは、1982年のスーパーパックマンからになります。他にも、メモリ構成やスプライトの枚数をゲーム内容に合わせて微妙に変えるなど、職人技のような繊細なチューニングをしています。プログラマーとしては、ラムは減らさないでと懇願したくなるところですよね。次は、1981年に登場したギャラガです。このゲームに使われた基板は、いわゆるギャラガ基板と呼ばれています。ギャラガ基板は、ギャラクシアンやパックマンの世代から一気に複雑で高性能な構成になりました。まず大きいのが Z80 を3機も搭載しているところです。メイン CPU、グラフィックス CPU、サウンド CPU という3機構成になっており、処理を分担して動いていました。そして、この辺りからナムコ独自のカスタム IC の存在感が一気に強くなっていきます。これまで汎用部品や個別ロジックで組んでいた周辺機能の一部をナムコ独自のカスタム IC として整理していったわけです。例えば、スプライトのアドレス生成、グラフィックデータの合成、爆発音の生成、I/O 制御、星空の生成などです。ここで興味深いのは、ナムコが機能ごとに分かれたカスタム IC を組み合わせてゲーム基盤を作っているところです。現在の感覚で言うと、かなりモジュール化に近い考え方だと思うよ。一つの大きなチップにまとめれば、部品点数を減らし、基板上の実装面積を小さくできるメリットがあります。一方で、機能ごとに分けておけば、ゲームに合わせて特定の機能だけを強化したり、別の回路に差し替えたりしやすくなります。ここに、ナムコらしいハード屋さんのこだわりがかなり見えてきます。1983年に登場したゼビウスも少し特徴があります。背景画面とスプライトに使える色数が豪華になったんです。画面に出せる色が RGB の各要素を16段階で指定できるようになり、スプライトではこれまで1キャラクターで4色だったのが8色を使えるようになったことで、色の濃淡を表現がしやすくなったんです。そのため、地面の森や敵、実機での質感や影の表現が格段に上がったんですね。また、背景画面も2画面を表示できるようになったので、画面上部のスコア表示も地面に重ね合わせて表示されています。そして、なんやかんやありまして。次は、1986年に登場したシステム86です。代表作には、源平と馬伝、モーリングサンダー、ワンダーモモなどがあります。これまでも既存の基盤を改造して別のゲームを作ることはありましたが、ナムコが明確にシステム基盤として展開した最初の共通基盤なのです。システム基盤とは
ざっくり言えば、ゲームセンター版のファミコンみたいなもので、ボムを差し替えることで別のゲームを動かせるようにした仕組みです。システム基盤のメリットはかなり大きいんですよ。まず開発者にとっては、ゲームごとに専用基盤が完成するまで実機で開発できないという問題が改善されるし、ノウハウの共通化や開発環境を整えやすくなります。営業にとっては、ゲームセンターが新しいゲームを導入するとき、すでに自社のシステム基盤を持っていれば、次も同じメーカーのロムを買ってくれる可能性が高くなります。経営陣にとっては、新作ゲームが売れ残っても、共通基盤であれば、基盤が不良在庫にはなりません。製造部門にとっては、ボムだけなら追加生産が短期間で対応しやすくなります。昔は汎用部品を多く使っていたため、海賊版が作られやすいという問題があったので共通化できなかったのですが、カスタム IC を増やしたり、コピー防止機能を入れて回避したんですね。画面では背景画面を4枚表示できるようになり、スプライトも最大127枚扱えるようになりました。そして、色の表現もかなり強化されています。背景タイルは8色、スプライトは16色を扱えるようになり、これまでのナムコ基盤と比べると、一気に画面が豪華になった印象です。これで、デザイナーさんがこれまで描きたかったことの多くが、また一歩実現に近づいたわけですね。また、音源も強化されました。従来の波形メモリ音源は、カスタム IC 化され、同時発音数は8音に増え、音の制御もより微細にできるようになりました。さらに YM2151 による8チャンネル FM 音源が追加され、音楽表現もかなり豊かになっています。加えて、2チャンネル DAC による音声サンプル再生も使えるようになっています。ナムコの8ビット 2D 基盤としては、一つの到達点と言ってもいいと思います。なお、プログラマーとして重要なのは、CPU が Z80 から680に切り替わったことです。Z80 は命令が豊富で、アセンブラ職人が使い倒すとかなり強い CPU だと感じています。対して、ゲームのように敵キャラやスプライトや当たり判定のデータを大量に扱う処理では、僕は109の素直なアドレッシングモードが効いてくる感じです。このシステム86の次は、幻のシステム87を通って、システム1というシステム基盤が発表されるんだ。なぜ、システム87は幻になり、システム1というナンバーリングルールが変わったのか、次回はこの辺りから続きを説明するね。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。